閲覧注意。膝痛が一生治らない人の3つの特徴とは？はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、膝痛が一生治らない人の3つの特徴とはということでお伝えしていきたいと思います。今回はですね、特別なゲストをお迎えして動画をお送りしていきたいと思います。では簡単に自己紹介お願いします。はい、渋谷区恵比寿で膝痛専門の整体院をしている吉川智也と申します。よろしくお願いします。はい、今回ですね、吉川先生に来ていただいたのは、膝痛が一生治らない人、その3つの特徴ということでお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、早速なんですけど、吉川先生、膝痛が一生治らない人の3つの特徴についてお伺いできますでしょうか？はい、それでは一つ一つ説明していくんですけれども、まず1つ目がですね、膝の痛みの原因が膝自体にあると思っている人です。はい。実際膝単体で膝の痛みって出ることってほとんどないんですよ。はい。例えば怪我したりとかぶつけたりっていう部分だとまた話は変わってくるんですけれども、基本的に膝単体で不具合が起きるってことはありません。はい。なぜかっていうと、膝関節っていうのは中間関節と呼ばれる関節だからです。はい。どういうことかというと、膝関節っていうのは股関節と側関節に挟まれている中間の関節なんですね。はい。で、関節っていうのは2種類の関節がありまして、体を動かすために働く関節、あとはですね、体を安定させるために動きすぎない関節っていうのがあります。はい、この関節が交互に積み重なって人間っていうのはできてるんですけれども、具体的に、どういうことかというと、例えば、下からいくと足首ですね。足首っていうのはものすごく可動性があると思います。はい、これはしっかり歩いたりとかですね、体を動かすために必要になるので、ここはものすごく動く関節になります。はい、ただその上の膝関節っていうのは曲げ伸ばしの動きにはものすごく強いんですけれども、ねじれの動きには弱くできてます。はい、膝関節単体で自分でねじろうと思ってもなかなかねじれないんですよ。はい、なぜかというと、ここがねじれて動きすぎてしまうと体が不安定になってバランスを崩すからです。だから膝関節っていうのは体を安定させるために動きすぎない関節になっています。はい、でその上の股関節っていうのはもちろんですね、可動域がある関節で、その上の腰椎、腰の骨っていうのは動きすぎないように体幹を支えている関節になります。はい、というように側関節で動いて、膝関節で止めて、その上の股関節で動いてっていう形で交互に積み重なっているのが人間の体になります。はい、なので基本的に膝に不具合が起きてしまう方っていうのは、このほとんどが股関節とか側関節、その上にもですね原因はあるんですけれども、ここの2点が硬くなりすぎてうまく動けなくなってしまうことによって膝に負担がかかってしまったりとか、あとは動きが悪くなることによって膝関節がねじれてしまって症状が出ることっていうのが多いので、膝も見ることも必要なんですけれども、その間のですね股関節とか側関節、こういったところを一緒に調整かけていくことが非常に重要になります。はい、なので膝だけではなくて相対的に体を見ていくことが必要になりますので、そういったところをですね理解している方がお体の改善が早いと思います。はい、なのでやっぱり一つ目として、膝が痛いからと膝自体に原因があるっていうことを思っていると、膝の痛みっていうのは改善しませんよということですね。はい、続きまして2つ目というのは、はい、2つ目はですね、効果のない筋トレであったりとかストレッチを続けている方です。はい、基本的に特に筋トレなんですけれども、当院に来られる方でスクワットを頑張っていたりとか、ももの前を鍛えていたり、あとはですね、痛いのに健康のためだと思って無理に歩いている方っていうのもものすごく多いんですね。はい、ただ基本的にトレーニングをすることによって何が起きるかというと、一時的にそこの筋肉っていうのは使えるようになるわけですね。はい、なのでトレーニング直後、もしくはですねトレーニングを続けて1ヶ月2ヶ月経っても症状が変化しないようでしたら、そのトレーニングは中止した方がいいです。はい、なぜかというと、トレーニングをしすぎてしまって筋肉が硬くなってしまうと、今度はどうなるかというと、膝関節の動きを悪くしてしまったりとか、お皿の動きを制限してしまって膝の痛みにつながってしまうからです。はい、なので長年トレーニングをしても症状がなかなか改善しない場合っていうのは、ただ鍛えるのではなくて、しっかりまずは緩めることっていうのをしていただくことをお勧めします。はい、でもう一つのストレッチなんですけれども、結構多いのが痛いのに無理に膝を曲げてストレッチをしている。
あとは痛いのに無理に膝を伸ばして頑張ってストレッチをしている方もいらっしゃるんですけれども、これっていうのは膝に負担がかかっている以上避けた方がいい動きにはなります。なので効果が出ない筋トレだったりとか無理なストレッチっていうのはお体に合ってないと思いますので、そういった場合は一旦中止してみた方がお体のためになると思いますので、注意していただければと思います。はい、まずはやってみようという形でやってみて、しばらくやっても効果が出ない、もしくは痛みがあるのに我慢してやってしまうということはやっぱり逆効果になってしまうので、そういった時はやはりまずは専門の先生にしっかり見てもらって、しかるべきというか自分の体に合ったトレーニングだったりセルフケアということをやっていくということになりますね。はい、じゃあ続きまして3つ目を。はい、3つ目がですね、痛みが落ち着いたら治ったと思っている人です。最初にお伝えした通り、膝関節に不具合がある方っていうのは股関節であったり側関節、お体のバランスが崩れて膝に負担がかかって症状が出ているわけです。なので一回膝が痛くなったからといって、安静にして痛みが落ち着いたからといってそのまま放置してしまうとどうなるかというと、炎症自体が落ち着いたとしても体の構造自体は変わってないわけですね。なので再度痛みが出てしまったりとか、逆のですね膝が痛くなるって方も中にはいらっしゃいます。実際当に来られる患者さんでも週にですね 2,3 回膝の痛みが出てて、放置してたら良くなったけれども朝起きたら痛くて動けなくなってしまったとか、曲げることができなくなって仕事が続けるのが難しくなったって方も実際いらっしゃいますので、実際膝の痛みが起きた時に膝の痛みの原因である部分を調整かけたりとか、専門のところに見てもらったりとか、あとはですねこういった動画を通してお体のセルフケアに励んでいただいた方が症状の改善につながりますので、痛みが落ち着いたから治ったというわけではなくて、しっかり痛みが出た時点で対処するのが一番ベストだと思います。はい、なので痛みが落ち着いたからではなく、痛みの根本的な原因が改善されたから治ったっていうことをしっかり理解していただくことによって、痛みの根本解消になるということですね。はい、ありがとうございます。はい。ということで今回は膝痛が一生治らない人の3つの特徴ということでお伝えさせていただきました。もしあなたがですね、この3つの特徴に当てはまるのであればですね、これからでも考え、行動を改めていただければと思います。またですね、吉川先生、このようにですね、膝痛の専門家ということで YouTube でもですね、情報発信をされています。もしですね、膝痛を根本から解消したい、セルフケアで解消していきたいというふうに思われているのであればですね、吉川先生の YouTube チャンネル下の説明欄にリンク貼り付けさせていただきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。ということで、吉川先生、本日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が役に立ったという方は、ぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また、動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ、順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。